雑談です。ドミュンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったものなんかの話をしております。ぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、ポーン。昨日は何をしてたかと言いますと、何をしてたんでしょうかね。そう言われると何もしていなかったような何か出かけようとしてたんですけども、あれですよ、見ましたですわ、ほんと。ドミューンね、スーパードミューン、昨日やってたスーパードミューンが何をやってたかというとですね、東京芸術中学校ヒストリーオブスーパーユース&ESP リミックスということで、東京芸術中学という、学校というかね、カリキュラムというか、そういうのがありまして、僕も知らなかったんですが、これが中学生を対象とした、なんていうんですかね、文化学校というか、なんていうんですかね、こう素晴らしい文化を中学生、若いうちからこう勉強してほしいってことでやっている学校がありましてね、それの生徒さんのなんていうんですかね、それぞれ生徒の、自分史発表会、プレゼンテーションですね、どういったものに、例えば音楽であるとか映画、本、ゲームなんかもありました。音楽に触れてきて今の自分があるのかっていうのを発表することをやってたんですが、これが本当に素晴らしくて、もう4時からやってたのかな。で見出したのが本当4時ちょっと過ぎぐらいから見出したんですけども、もうね、何時までやってた、9時ぐらいまでやってたかな、8時ぐらいまでやってたかな。もうずっと見っぱなし、出かけようと思ってたのにもう出かけらんない、面白すぎて。それぐらいすごかったんで、ぜひね、まだ見れるとは思うんで、さっき見たらね見れたんで、ドミューンって残さないんでね、見れなくなっちゃう前に本当に急いで見てほしいんですが、本当に面白かった。出てくる生徒さんがいろいろな自分が影響を受けた音楽であったり、映画、本、それからなんだろうな、テレビね、テレビもそうですし、なんかをやっておりまして、本当にすごかったね。で、ずっと見ながらつぶやいてたんで、その何をね思い出しながら、僕も何をつぶやいてたのかっていうのをね見ながら思い出していきたいと思いますけども、1個目にYouTube のコメント欄っていうかチャットの欄にも書いてたんですけど、いやこれはそこでね完結というか終わらせてしまってはもったいないと思って、全部 Twitter の方に、リンクを貼りながらというかね、つぶやいてたんで、それを見ていくと、まず1個目が、僕も入院のお見舞いにミスター味っ子だったか、確かねミスター味っ子だったと思いますの8巻だけ、なんか料理漫画の8巻というか、ある全、例えば20巻あるうちの3巻だけとかをお見舞いしたことがあるんですけど、それと同じことをやってる子がいてて、それ何が面白いっていうと、すごく途中の巻を渡されたらその前後が気になるじゃないですか、読んでない漫画だったらね。その続きも気になるし、これまでの話も気になるから、買わなくちゃいけないっていうね、ことになるわけじゃないですか。でそれが面白いなと思って、僕はこれはね大人になってからやってましたね、みたいなことをよくやってたんですけど、
やってる女の子かなだったと思いますけど、聞いててなんかすごくシンパシーを感じたというかね、その子は何をなんかのね途中の缶だけを渡したみたいなって言ってましたけど、それは誕生日プレゼントだったかな。なんかそういうことはね僕もやってたなと思いながら、でもねそれは僕は大人になってからねやってたんで、中学生かで気づくってのはさ偉いすごいなと思って見ておりまして、それからねマツコの知らない世界にも激レアさんにも出れるよ君っていうことをね言われてた子が言ってたんですが、その子はね自分史をこうプレゼンする一枚の絵というか、写真、ジャケット写真、 CD のジャケット写真であるとか映画のポスターであるとか思い出の写真であるとかコラージュしてるんですけど、それがね本当に素晴らしくてすごかったね。で何にハマってあれをやってたんだったかな、このマツコのあれにも出れるって言われてた。本当にすごかった。でその次に出てきた子かな、2008年に自分の歴史のね年表がこう略歴が書いてあるんですけども、2008年に爆誕ってね、自分の生まれた年2008年爆誕って自分でね書いちゃうんですよ。それなんかすごくかっこよくないですかね。いつ生まれたのって言われて2008年に爆誕しましたってこのようにね生まれてね、その子がねですぐに呼吸器とかなんでかいろいろ生命維持装置をつけられて死にかけてるんですよ。そんな子がですよ生まれてすぐにそういう状況になってるのに、2008年に爆誕って書いてるんですよね。それがなんかすごくもうなんてかっこいいというかね、すごかったね。そのなんですか、考え方、言葉の選び方というか、なかなかそれ書かないよなと思って、すごいなと思ってて、あとね、毎回こうその子のねこんなものを見てました、あんなものを聞いてましたって言うたびに宇川直弘さんがねいろいろおすすめするわけですよ。じゃあ君はクラフトワークみたいなその子は自転車が好きって言ってるね、ロードレースが好きでにハマってた子供の頃に、じゃあクラフトワーク絶対見た方がいいですって自転車の曲があるからね、そういうことをこう挟んでくるというかですよね。それがまた面白くて、その出ている中学生の子も面白いし、やっぱり宇川さんのなんていうんですか見識の広さといいますか、あれがねやっぱ面白いですね。で小学生でアンダーワールドを生で見てるっていうね思いまして、それは羨ましいですよね。ドミューン直系だっつって言われてましたよ。アンダーワールドとファットボーイスリムとピカチュウと水まんじゅうが好きだっつってね、めちゃめちゃかっこいいですよね。アンダーワールドと水まんじゅうがこう同列に並びますかっていう話ですね。まあね本当に面白かったんで、何人で出た全部で5、6人もうちょっと出てたかな、7、8人出てたかなの半分ぐらいの子がスプラトゥーンをねに出会ってるんですよね。若くして、スプラトゥーン2が出たのが3年前で1が出たのがその5年前だったかなね。1がWii U だったんでね、僕は持ってなかったんですけど、僕はほんとそれスプラトゥーン半年前に出会ってるでしょ。でもその子たちはもう小学生のうちにスプラトゥーンに出会って、そのスプラトゥーンの世界観に魅了されるわけですよ。でなぜねどんだけこの子もスプラトゥーンに影響を受けているのかっていう子がもう本当に何人もいてて、で僕もちょっとスプラトゥーンハマってこれ何がスプラトゥーンすごいんだろうって考えた時に、武器ね、それぞれ武器がいろいろあるわけですけども、いろんな工具だったり絵筆だったり、それから何ですかいろんなものが武器ね、インクを発射する武器、鉄砲というか武器に、
されてるんですけど、まあそれって武器それぞれ何種類あるのかな、すごい種類あるんですけど、それって個性じゃないですか。で、どんな個性を持ってそのステージに出てくるのか他の子がねわからないし、自分がどういったものがどういう個性でもって試合に挑むのかっていうのは分かんないですけど、その個性のぶつかり合いというか、人の個性いいなと思ったり、あいつのやり方というかね、気に入らねえなとかっていうのは、それまんま人間社会の縮図じゃないですかね。でもそこは人の個性を認め合う場所でもあるっていうのと、あとは色ね、あとそれから服とかアイテムのね、ヘルメットとかスニーカーとか、それがおしゃれであったり、そのアイテムのね、ゲーム内でなんていうの、ブランドがあるんですよね、いろんな、そういったこと、あと音楽ね、が素晴らしいっていうので、音楽、デザイン、それからその人の個性を認め合うっていうね、人間社会の縮図のような世界が広げられてて、お互いの個性を認め合うみたいな世界なんですよね。それってすごく自由じゃないですか。限られた自由ではあるんですけど、自由で、そういうことに気づいてね、そうだからすごいって思ってやってるわけじゃないんですけども、それを感じられるゲームだから、あれだけの感受性の豊かなね、中学生に響くのかなと思いながら、僕も改めて、なぜこんなにもね支持されているんだろうと思った時には、きっとそういうというかね、学校教育だと、例えばスプラトゥーンをね教材にした時には、N ザップが強いから濡れるし、攻撃力もあるし飛距離もそこそこあるんで N ザップを使いましょうって、確率的に教えられかねないじゃないですか。人生というかね、学校教育って結局そういうものに、ね、合理的なことになっちゃうけども、スプラトゥーンの世界ってそうじゃなくて、自分がどんな武器ね、扱いにくいケルビンを持とうがローラーを持とうが関係ないですよね。自分が好きでそれ使ってていいんだからっていうのがあるんで、子供心にそのスプラトゥーンに早くして出会うっていうのは、これ非常に将来楽しみというかね、だなって思いますよ。それで音楽が好きになったけどね、中にはゲームに任天堂スイッチにはまってコルグガジェットで曲作りをしてるって子がいて、全く今の俺と変わんねえじゃんっていうようなね子がいたんですけど、それすごかったね。あんまりそこをねコルグガジェットについて掘ってなかったですけど、時間の関係もあってね、それ小学生中学生でコルグガジェットに出て作曲にはまるって言ったら、ほんと将来楽しみじゃないですかね、みたいなこと言ったり、あとはそういったいろんなことをね、なんていうんですかね、ハイレベルで文化を消費してる感じがすごいなと思って、親の教育もいいのかなって思いながらね見てたんですけど、あとはあれですね、ライズマって言ってPerfumeの映像をやってるねところ直行だねっていうのをしきりに言ってたんですけども、チームラボじゃなくてねっていうその冗談がね、その彼女らに伝わってるかどうかわかんないんですけども、それを言えちゃう宇川さんってやっぱすごいなって思いましたね。チームラボには行かないでねっていうのがね面白かったな。でたまたまというか、僕もねキンキンで、あれはネットフリックスじゃない Amazon プライムにねPerfume のあれが上がってたんで、ライブが上がってたんで、あれずっと見てた。本当1ヶ月近くかな、ここ1ヶ月の間にずっと見てたんで、いやーなんかすごいとこついてくるなっていうのを見ながら思ってたりで、一人の女の子だったかな、男の子か女の子かが一本の木に葉っぱにいろんな自分の自分史と影響を受けたものを書いているのがあって、それがアガスティアの葉だよっていう話をしてたりね。でアガスティアの葉ってなんだっつったら、インドかどっかの
その思想学かなんかのね、そこに行けば全部のことが書かれているみたいなのがあるっていうことをこうさらっとね言っちゃって、僕も知らないからこう調べるじゃないかみたいなことをやってて本当に面白かったな。あとはまあ本当にスプラトゥーンでしたね。で小津安二郎を見た方がいいよ、一人のねジブリが好きで、ジブリの食べてるシーンがすごくいいんでっていう話をしてて、じゃあ小津安二郎の映画見たらいいよ、あれめちゃくちゃ食ってるからね、なんかそういうことをね言うわけですよね。おすすめするわけなんだけど、それをね聞いた子供たちはきっとね、昨日の出てたコーラは興味を持って見るとは思うんですけど、やっぱり人に勧められたものをね素直にこうじゃあ見てみようと思って見て、次会った時にあれ見ましたよって言ったらもう絶対忘れないじゃないですか。いい子だなって思うし、嫌いにはなんないしっていうので、ぜひね見てほしいなって思いましたね。あとはね、出てる女の子ボブが多かったんですよね。それも僕が席を離れなかった理由の一つであるんですけども、影響を受けてるのがレオンとかね、パルプフィクションは出てこなかったんですけど、あの辺の、影響が大きいのかな。一人はレオンって言ってましたね。チャリチョコが好きでみたいな子もいましたけど、チャーリーとチョコレート工場のボブにしてたりみたいなことがありましてね。あとはね、みんなというか何人か愛取りに行ってあれをね、愛知トリエンナーレを見てるんですよ。原体験してる。でサカナクションの真っ暗のライブを見たとかね、羨ましい限りですよね。それであれもちゃんと不自由展もちゃんと見たね、復活してからの多分不自由展だと思うんですけど、あれも見たっつって、それを本当にねお母さんはしきりにね津田さんと高須クリニックに伝えたいって言ってましたね。あと面白かったのは、生まれた時にはすでに星野源っていうね、酒ロックは聞いてなくて星野源が好きだっつってて、生まれた時にはもうすでに星野源とね。あと人生をその自分史を表すのにこう定食のフォーマットに表してきた子がいてて、それってなんかすごいなと思って、自分の人生を定食だからご飯に当たる部分は例えばメインというかね、主食に当たる部分で影響を受けたものはこれとこれとこれで、副菜ね、お漬物とか椀物、汁物、それからメインディッシュにそれぞれ影響を受けたものを書いてて、それが人生定食としてね書かれてたんですけど、それってなんかすごい発想だなので、自分の人生をその一つの定食としてね、主食は何で、例えば僕なんか言った主食は何になるんだろうな、今の清志郎とかそういうところに入ってくるじゃないですか。水茂とか恵比寿吉和さんはちょっと待てよ、これ違うな、椀物だなとかね。で恵比寿さんからこう派生して、誰ですか、根本隆さんであるとかっていうのはその辺のジャンルにくくられるみたいなことを一つの定食として書いてるのが非常に面白くて、あれはちょっと自分も書いてみたいなと思いましたね。みたいなね、まだまだそれぐらいですかね。素晴らしかった。でさっき見たらまだ見れたんで、ぜひね見れるうちにドミューン見ていただきたいなって思いますね。僕のコメントも何度か拾われて読まれてましたけども、いやもっとね、ああいうすごい刺激的なものを見たらもう黙ってられないじゃないですかっていうのを見てて、思いましたので、ぜひねドミューンまだ見れたんでぜひ見てくださいと。ところでちょうど時間となりましたね。はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。